世界のジャパンチャンネルへようこそ。今回は不買運動の影響で危機的状況になってしまった韓国の大手財閥に関する話題と、それに対する韓国の人々の反応をご紹介します。ガムやチョコレート、アイスなどお菓子の大手メーカーとして知られるロッテ。日本でのお菓子メーカーのイメージとは違い、韓国ではロッテ財閥と呼ばれる5本の指に入るほどの大財閥。ソウル市にあるロッテ百貨店、ホテル、テーマパークのロッテワールドなど多岐にわたって事業を展開しています。ロッテと聞くと日本では韓国企業の認識ですが、逆に韓国では日本企業の認識。ロッテは在日韓国人の重光武夫氏が1948年に日本で創業。1966年に韓国でロッテグループを発足させた経緯があります。日本にあるロッテホールディングスの傘下に日本ロッテと韓国ロッテがあるので、韓国のロッテグループは日本のロッテホールディングスの海外法人の位置づけですね。本社所在地も日本なので、企業としては日本企業ですが、創業者が韓国人であり、日本で得た利益を韓国につぎ込んだといったイメージも強く、日本では韓国企業と認識している人が多い企業。ロッテ内でお家騒動が勃発した際に、トップがロッテは韓国企業と明言したこともあるので、日本人としては韓国企業と思ってしまいます。対する韓国では日本企業と合併会社を設立していることも多いことから日本企業と認識しているようです。間違ってはいないのですが、日本よりもはるかに大規模に成長している韓国ロッテはもはや別物と言ってもいいでしょう。しかし日本と聞くだけで反日に直結する韓国。特に政府が反日運動を煽って政治的利用をする韓国では、日本をイメージさせるロッテは不買運動の対象になってしまいます。2019年に起こった大規模な日本製品不買運動でも、ユニクロやアサヒビールなどとともに日本企業として反感を買いました。その影響が業績にも現れたのか、2020年2月に韓国ロッテグループのロッテショッピングは今後5年間に百貨店、マート、スーパーなど718店舗のうち収益性が劣る200店以上を整理することを発表。1970年の設立以来最大となる大掛かりな規模縮小です。発表のあった時点では最も店舗を減らすのはスーパーで、全国412店のうち70店ほどが閉店。大型マートも50店舗以上が閉店すると報道されました。これらの店舗は不買運動による売上低迷に加え、オンラインショッピングとの激化する競争に負け業績が悪化、縮小を余儀なくされたのです。当初ロッテはこの店舗縮小においては人員削減は推進しないと明言。しかし実際には人員削減は避けられないと見られていて、約7000人の雇用が消えると予想されていました。しかしこの発表後、ロッテにとってより悪い状況になってしまいます。業績不振のロッテにさらに追い打ちをかけたのが、世界中で流行した新型コロナウイルス。新型コロナによって当初の想定よりも大幅にペースを上げて店舗を閉店させていきました。2020年6月には120店以上を閉店。5年での計画であったものの 60% を半年で閉店させてしまい、これによって人員削減も免れることはできず、約1万6000もの雇用が影響を受けることに。日本製品不買運動、オンラインショッピングの普及、さらには新型コロナウイルスの拡大。度重なるダメージを受けたロッテグループに対して、韓国の人々からは様々な声が寄せられていましたので、その一部をご紹介します。
海外の反応。また国内の雇用が消えてしまった。ロッテ不買運動が成功した結果だと自慢げに宣伝している人たちはどう思っているんだ？ロッテほどの大企業でもムン政権の経済政策に耐えられないなんて。前からロッテは興味ないしな。というか、オフライン店舗が減ったかもしれないけど、オンライン店舗は拡大したと聞いたぞ。オンラインの便利さは確かにあるけど、200店舗も閉鎖するのは結構な異常事態だよ。利用していた人、働いていた人への影響は計り知れないし。ロッテマートだけじゃなくて、ロッテグループには行かない。利益を日本に捧げる企業なんていらない。コロナのせいじゃなくて、もともと大手スーパーは不振だったでしょ。オンラインの方が安くて便利なのに、スーパーに行くわけないじゃん。行くとしてもロッテ以外を選択するけどね。町の商店を全部潰しておいて、今更閉店するの？逆にまた地域商店が活性化していい方へ向かうことを願うよ。以上が韓国の人々の反応でした。日本不買運動がきっかけで結局は自国の雇用に影響が出ることを嘆く声も聞かれましたね。この自分の首を自分で絞める状態はロッテに限らずあらゆる業界で見られています。ユニクロ、アサヒビールなどの日本企業は売り上げに直撃、現地の雇用に影響が出ましたし、韓国企業であるはずの航空会社も日本への旅行が激減したことで大打撃を受けていました。不買運動に関しては当初から冷静な判断をするよう呼びかける声も少なからずあったのですが、政府が率先して煽っていたこともあってこのような結果になってしまったようです。さて、不買運動や新型コロナに打撃を食らった韓国ロッテグループですが、2022年も反感を買うような事態になったことがありましたので見ていきましょう。韓国第2の都市と呼ばれるプサン市にあるロッテデパートクァンボク店が2022年6月1日に突然営業を中止、閉店危機になりました。この店舗があるのはプサンを代表する繁華街で、周辺には韓国最大の水産市場もあり、映画やドラマのロケ地としても有名で、観光スポットとしても人気の場所。当初、ロッテデパートの進出に加え、ロッテタワーの建設も計画されていました。エリア再開発と活性化のため、プサン市はデパートだけでなく、タワーの建設と完成もセットで行うことを条件に、ロッテに土地の使用を許可しました。しかし、デパートと合わせて進められるはずのタワーは、建設地の整備こそされたものの、事業性確保のための居住施設の建設にあたり問題があるといったロッテ側の主張によって工事が延期に。うやむやのまま工事が進むことはなく、プサン市側はロッテと協議を行いましたが、ロッテ側が何かと理由をつけて工事の延期を重ね、時間だけが過ぎていきました。タワーの建設を行う気配を見せないまま、2022年度もロッテはデパートがある土地の臨時使用の延期申し出をプサン市に出しましたが、市側がこれを拒否。5月31日で施設の承認期間を終了すると通告し、営業できなくなったデパートがやむを得ず休業したのです。2009年に開業して以来、ロッテデパートが毎年臨時使用承認を申請し、自治体がこれを延長する形で13年営業していました。しかし、いつまで経っても約束のタワーを作る気がないロッテに、市側はとうとう堪忍袋の緒が切れたようで、市側は
ロッテショッピングが旧釜山市庁跡にランドマークとして建設を決めたロッテタワーの事業が不振である上、推進の意志も弱く、商業施設のみ活用させておくわけにはいかないと話したそうです。ロッテデパートまで閉店してしまっては大変と地元住民は不安に駆られたようですが、6月2日には釜山市長とロッテグループの代表が会談。2025年までにロッテタワーの完成を最優先させることをロッテ側に約束させ、ロッテデパートの臨時使用延長を許可。わずか1日で営業中断は解除されることになりました。釜山市としても営業中断が続けば3000人もの従業員や地域経済にも影響が出てしまうため、ロッテに圧力をかけつつも地元の雇用や経済を優先させたのでしょう。とはいえ、営業中断という強硬手段を取った市側はロッテに対して相当怒っていたのでしょうね。このような建設計画が頓挫し、白紙撤回されることは起こり得ることではありますが、韓国の財閥とまで言われるロッテグループの対応とは思えないほどのルーズさに批判が殺到。ただでさえ業績不振で規模縮小を余儀なくされ、反日運動からのイメージ回復をしていたのに、さらに企業としての信頼を損ねてしまう大失態です。釜山市側にロッテタワーの2025年までの完成を目指すと約束させられてしまいましたが、あと数年で本当にどうにかなるのでしょうか。もともと工事の欠陥が多い韓国。突貫工事で欠陥が見つかることはよくあることです。2017年にカンナムにオープンしたロッテワールドタワーは、123階のビルを支える目が柱8本に亀裂が見つかり、ロッテ建設は亀裂の発生原因を解明しないまま工事を続行。依頼を受けた構造物診断業者は精密検査も行わず、目視と設計図面を見ただけで問題なしという所見を出すお粗末さ。その後も構造物の落下や火災などで怪我人や死者まで出しています。釜山のロッテタワーも同じようになりそうで怖いですね。大財閥にまで成長したグループでさえ日本に縁があるというだけで深刻な影響を与える不買運動。自業自得としか言いようがないのですが、雇用を失う結果になってから気づくのでは遅すぎますね。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が参考になりましたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。今回のナレーションはエリがお送りいたしました。